皆さんこんにちは。相場暴落の期間中に体調不良で十分な動画お出しできなかったにもかかわらず、ご心配や応援のコメントをいただき、本当にありがとうございます。ずっとお熱は下がらへんのに相場はめっちゃ下がってるということで、逆やったらどれほど良かったことか、もう今は久々お熱が下がったので、今度は相場が上がっていくことを期待して、今回の動画のテーマですけれども、サムネイルご覧いただいた方はどの銘柄のことかお分かりかと思いますが、信託型ストックオプションで特別損失を計上すると、金曜日に発表した銘柄がありました。その銘柄に限らず、この仕組みを採用している銘柄は、損失計上しなければいけない可能性があるということで、今回簡単に整理してどういった銘柄が採用しているか一覧のリストをご覧いただきたいと思います。また今回取り上げる銘柄ですけれども、先日別の動画でお出しした需給のデータ、小型株を中心にどのように空売りであったり信用買いのデータを扱っていけばいいか分析する企画において、毎週データが発表されますので、その更新を行うとまさかの登場と、特に条件などいじってないんですけれども出てきたということで、だいぶびっくりしたんですが、その詳細もご紹介したいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。それでは早速、信託型ストックオプションの特別損失、どういった経緯で発生しているかということを整理していきたいと思います。そもそも金曜日に特別損失の計上を発表したのは4499のスピーという銘柄です。ストックオプションのうち信託型のものを採用しているということで、これに対する課税が企業の認識と国税庁の認識でこれまで違っていた。国税庁の認識の方が厳しいものになっていたという内容から、信託型ストックオプションの付与における追加の納税が必要になった金額にして約19億円弱と、動画の最後の方にはスピーの業績ご覧いただきますけれども、当該銘柄にとってはかなりの規模の金額になりました。国税が悪いのか、企業側の認識が甘いのか、はたまた信託型ストックオプションをお勧めした信託会社ですね。ここが適当なホラを吹いていたのかわかりませんけれども、税金を徴収する側であったら、途中で認識を発表するんじゃなくて、最初からはっきりと基準を示しておけよとは思います。これがせいぜい日本のお役所仕事におけるクオリティの限界なんでしょうけれども、その煽りを食らった銘柄の一つ、スピー。そもそも信託型ストックオプションって何なのかと言いますと、普通のストックオプションは企業が役員や従業員に新株予約権を付与しますが、信託型というのは間に信託会社をかませてですね、従業員の頑張りに応じて正当な新株予約権の分配を行いましょうと、中古型銘柄、新興企業を中心に採用されているシステムになっています。流れとしては、最初に企業が信託会社に対して信託金の拠出を行い、それと同時にその時点での新株予約権を付与します。これがスタート。当然新株予約権の公式価格設定というのはこの段階でフィックスされます。そして企業がどんどんと成長していく、経営を行っていく過程で従業員たちの貢献度の評価を行います。あるいは途中から入社した人も同様に貢献するほど評価が高まるという形ですね。そして信託期間の満期を迎えると、その評価に応じて新株予約権の分配が行われる。そしてそれを受け取った従業員は、企業が成長して株価が上がっているのであれば、権利行使を行って株券をゲットする。そしてそれをマーケットで売却すればキャピタルゲインがゲットできると、そういう形ですね。そして課税に関してですけれども、企業側の甘い認識、このシステム上かかる課税というのは、この最後のところで売却した時に益が出る。その時の有価証券売却益に対する2割の課税、これだけにとどまると考えていたわけですね。それが急に国税庁が今年の5月、それは見解が違うと、質問してきた企業には答えているなどと、アホみたいなお役所仕事のコメントを残していましたけれども、国税庁の認識としては、信託会社が従業員に新株予約権を分配付与した段階で給与所得と同じ扱い、こちらに対して最大金額に応じて 55% の所得税をかける必要があると、そんなことを言い出したわけですね。ですので、この所得税を納付していなかった、つまり新株予約権を付与された役員あるいは従業員、ここに追加的な納税義務が発生しているわけです。ただ今回スピーに関してはそれを
認識の甘かった会社側が肩代わりして19億円払うと言っているわけですね。もっと簡単な図でご覧いただきますとこんな感じ。左側が従来のストックオプション。普通の新株予約権の付与というのは企業が直接役職員に割り当てる。ただし割り当てる段階で個人を特定したり数量を指定しなければいけないので従業員の頑張りというのが正当に評価できない。一方で右側、信託を間にかませることで先ほどご説明したように従業員の努力に応じた新株予約権の分配というのが事後的に行えると、そういったメリットがあるわけですね。そうすることで途中から入社した人の頑張りにも対応できるということで、左側、従来のストックオプションのように都度発行していたら入社した段階からの企業の成長、株価の上昇分しかもらえないのに対して、信託型ストックオプションだと信託会社に新株予約権を発行した段階で行使価格が決まりますので、途中から入社した人であってもその段階からの株価上昇が享受できるという形になっています。そもそもストックオプションというジャンルの中には厳しい要件を満たせば所得税が課税されない税制適格ストックオプションというのもありますけれども、今回信託型のものに関してはそこに該当しないと言われたわけですね。ということでスピーの特別損失に関してなぜ発生しているか、簡単にシステムをまとめたところで、他にこの信託型ストックオプションというのを採用している企業はどういったところがあるのか、まず第一弾として手元にあるデータでいろいろものを探してみました。どのように探してきたかと言いますと、有価証券報告書のデータが欲しいわけですけれども、皆さんご存知の通りエディネットというところで手打ちをすればデータを検索することができます。ただ上場企業3500社以上ある中で、いちいち手打ちして調べていくというのは、はっきり言って1ヶ月ぐらい動画をお休みしなければいけなくなりますので、データベースにアクセスして有価証券報告書のファイル、これを取得します。もともと普段から企業分析を行っている方でしたら、すでにご自身でダウンロードしてお持ちの方も多くいらっしゃるかと思います。このそれぞれの企業の有価証券報告書ファイルに対して、今回はキーワード検索、新株予約権信託というワード、あるいは自家発行新株予約権、こういったワードで信託型ストックオプションを採用している企業がどこなのかというのを探してきました。ただ非常に申し訳ないんですけれども、直近で最新の UFO ファイルを取っているのが大型株中心となっていて、トピックス採用銘柄なんですけれども、それ以外のスタンダードグロース上場の UFO データが1年古く、更新しようと思ったらこのアクセス深夜あるいは土日がうまくいかないと、私の勘違いかもしれませんけれども、一部の銘柄最新の状態でないことだけご了承いただければと思います。ということで今手元にある UFO データで先ほどのキーワード検索を行ったところ出てきた銘柄たちがこちら。取得データ社数は新旧織り交ぜて約3800社。そのうちの今回ピックアップできた信託型ストックオプションを採用している銘柄は47銘柄となっています。この制度自体が最近流行り出したものということで、新旧データの旧の方になっているスタンダードあるいはグロースの小型銘柄の UFO データ早急にアップデートして47銘柄から漏れているものも後日ご紹介したいと思います。今現在の段階で確認できているリスト、時価総額が3桁億円の銘柄が多いですけれども、例えばご覧いただいている中で最も時価総額の大きい3993パーク社テクノロジーという AI 関連の銘柄869億円の時価総額ですが、こちらはスピーよりも先んじて特別損失を計上した銘柄ですね。ここから順に今回ピックアップされた銘柄、時価総額の右側には今回のキーワード検索で各企業の有価証券報告書データ上で何個のセルにキーワードがヒットしたかというのを示しています。新株予約権信託、あるいは自家発行新株予約権といったキーワードにいくつのデータセルが引っかかったかというものを示しています。複数個引っかかっている銘柄というのはほぼ確実に信託型ストックオプションを採用しているかと思われます。一方で一つだけ引っかかったというのであれば、もしかしたら偶然採用していないのに関係ないところの文言でキーワードが引っかかってしまったという可能性もありますが、あくまで必要条件としてヒットセル数が1の銘柄いくつか確認しましたけれども、いずれも採用しているということで、それなりに精度が担保されているかと思います。ご覧いただいている中で時価総額直近大きいもの1000億円を超える銘柄もいくつか見当たり、例えば中ほど4443の335253のカバー
9348の iSpace などが大きな時価総額の銘柄となっています。時価総額100億円も満たない銘柄もある一方で1000億円前後。下から5番目には最近話題の7599イドム中古車販売ガリバーを展開している銘柄ですね。ビッグモーターやネクステージといった大手が相次いで不祥事を起こしている中、3番手のガリバーを展開しているこのイドムが注目を集めていますが、今回は信託型ストックオプション採用銘柄ということで、一応気にしておいた方がいい情報かと思います。こちらはテキスト分析になっていて、各企業の信託型ストックオプションの規模というところまでピックアップするのは、さらに難易度の高いコードが必要になりますので、すぐにできるかはわかりませんけれども、こちらのチャンネルの方で少し考えてみたいと思います。皆さんが投資している銘柄が含まれていないか、あるいは特別損失、まだ計上していないんじゃないかと疑われるような銘柄がないかというのを今一度チェックしていただければと思うんですけれども、また後日ですね、受給データの更新あるいは振り返りといった動画を出す際に、最新の有価証券報告書データを全企業揃えてご紹介したいと思いますので、そちらも合わせてご確認いただければと思います。また動画ご視聴いただいている運用関連の企業様に関して、このようなキーワード検索で対象企業をピックアップするという手法、運用に使えるか検討いただける方、もしいらっしゃいましたらご一報いただければと思います。ということで、唐突な営業活動を挟みながらですね、今度は2番目のテーマ、受給データに関して驚きがあったことをご紹介したいと思います。銘柄に関しては同じくスピーについてなんですけれども、こちら2週間前お出しした動画をご覧いただいている方でしたら、まだうっすら覚えていらっしゃるかもしれません。スタンダードグロース上場の2000銘柄を対象に、空売りあるいは信用買いのデータを半年間推移をとってどんどん膨らんでいっている、つまり受給が逼迫してきているかというのを調べたデータです。今ご覧いただいている直近の更新データですが、海販やビューティー花壇とともに前回も出ていたメイホーホールディングス、そして新たに入ってきたのがスピーと、何も条件変えていないのに突然出てきて非常に驚いたんですが、前回の2週間前のデータで出てきていたのがこちら。左側が空売り残の比率、そして右側が信用買いの比率。比率というのは不動株に対するそれぞれの株数割合を示しています。そうすると左と右で同じ4項目が並んでいて、半年間比率を取った時に近似直線を引いて、まずその勾配が共に0以上になっている。どんどんと拡大していっている。そして直近の比率が空売りのサイドで不動株に対して6割以上、信用買いが不動株に対して4割以上、さらには売りのサイドに関しては近似直線との差がマイナス 10% を下回っていない、つまり拡大の勢いが衰えていないというところをメインとして選んできている、そういったデータですね。何をしているのかおさらい程度にお話ししましたけれども、詳しくですね、図示したものというのが 2,3 週間前にお出ししたこちらのサムネイルの動画で詳細ご説明していますので、もしまだご覧になっていない方いらっしゃいましたら、先にこちら分析手法をチェックしていただければと思います。ということで、その時に出てきた銘柄がこちら、6銘柄上がったんですけれども、それをですね、9月末発表された22日分までの空売り残あるいは信用売買の数量をですね、更新すると、6銘柄あったものが4銘柄になりました。そして新たに出てきたのがこちらスピーという銘柄ですね。そしてこちらの銘柄の受給の状況というのを半年間推移ご覧いただきますと、こちらオレンジが空売り残、青が信用買いの数量ですけれども、空売り残の方は直近 2,3 週間で非常に大きく膨らんでいる。一方で信用買いの方は少しずつ膨らんでいますが、ある程度高水準のところで横ばいといったような印象でしょうか。不動株に対して 100% それぞれ近づいてくるとかなり需給が逼迫しているんではないかという仮説のもと、こちらの分析を行っていますが、株価の推移がですね、こちら非常に直近盛り上がって一時4000円を超えていました。ここから株価だんだん下がってきてはいるんですけれども、空売りあるいは信用買いの数量が引き続き大きくなって需給が逼迫していくんであれば、もう一段あるんじゃないかと思っていたところ、今回の特別損失19億円という記事が出ましたので、同様に信託型ストックオプションの特別損失を計上した銘柄と比較しますと 10% 近く下がる可能性もあると。株価下がると空売りサイドに関しては益が出てきますので、空売りの数量がこの後ですね、来週再来週にかけてしぼんでしまうと、需給逼迫による踏み上げというのが可能性下がってきてしまう。先ほど行ったスクリーニング条件に再び引っかからなくなる状況に押し戻されてしまう可能性もあると
いうことですね。このあたり逆に特別損失だからと株価の下げ幅が限定的、底堅くとどまってくれるのであれば、空売りサイドはだいぶ積み上げていった一方で、益が出る状況にならないと、苦しい状況になってくるということになりますので、もしそうなってくれば、踏み上げも近くなってくると、そういったパターン分けで考えられるかと思います。最後にですね、SPY の財務データというのをご覧いただきますと、こちら、いつものように自作する余裕がなく、今回の動画の主題は、キーワード分析、あるいは受給データの更新といったところにポイントありましたので、ブルームバーグから簡単に拝借しますと、ちょうど真ん中のところ1行空いて、2段目の一番上ですね。売上高に関しては約130億円。そして下から4行目の少しハイライトしているところ。純利益に関しては前期が約11億円、今期は7億円程度という風になっています。これぐらいの企業活動の規模ですので、一時的とはいえ特別損失19億円はかなりでかい規模ですけれども、短期的な売り圧力は大きくなるかもしれない。一方で、長期的な話として、おそらく先ほどのブルームバーグデータ上ではまだ反映されていない企業成長の可能性、三菱 UFJ 信託銀行をはじめとする金融業界大企業の多くが噛んでいるプログマというステーブルコインを使った金融のデジタルシステムですね。これにSPYの子会社が関与しているということで、こういったキャッシュレスの流れというのがプログマを中心に非常に長期的な目線ではありますけれども、広がっていく、そしてSPYの企業成長につながると考えての投資を行う場合は、一時的な特別損失、そこまで気にする必要はないかと思います。ただ国税庁のこのようなやり方に振り回される小型株、スタートアップ企業、他にもあるかと思いますので、最新のリスト、なるべく早くお出ししたいと思います。気になる方は高評価、チャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。